はい、エスプレッソバーバブです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は5回目の焙煎の様子をお届けしたいなというふうに思います。前回の2回目の焙煎の様子をお見せした後ですね、2回焙煎をしまして、その際のですね、気づきも踏まえて、今回は初めて 500g にですね、焙煎してみようかなというふうに思います。はい、今回ですね、少しだけ装備が変わりました。まずですね、第4回目の時にですね、初めて予熱をしてですね、焙煎をしてみました。事前にですね、200度まで温めてから焙煎してみるとですね、全体の時間がかなり短縮できましたので、やはり予熱の大切さが分かりましたということになります。またですね、前回の動画を見てくださった方から予熱した方が時間短縮になりますよというふうにですね、ちょうどコメントもいただきまして、なおさらですね、予熱の大切さを実感したというところになります。温かいコメントですね、いただきまして本当にありがとうございます。で、次がですね、温度計なんですけれども、こちらを使っていたんですけれども、4回目のですね、焙煎の時にちょっと奥まで差しすぎていたのか、もう溶けてしまってですね、この針のところも結構ぐにゃっと曲がってしまって、液晶のところもですね、もう一瞬真っ黒になってしまいました。で、その後ですね、ちょっと置いておいたら液晶はなんとか回復しましたし、一応ですね、温度は測ることはできるようにはなったんですけれども、やっぱりですね、この熱源の近くにですね、こういうちょっと溶けやすいものとか置いておくとちょっと心配になりますので、他のですね、YouTuber さんの動画も参考にしながらですね、こちらをですね、購入してみましたので、本日初めてですね、使っていきたいと思います。あとはですね、周りの囲いの部分でですね、100均のところで、こういったキャンプグッズですね、こういったものを使って、この中をですね、ちょっと覆って、保温効果をですね、上げていきたいなというふうに思います。こちらもですね、初めて使っていきますので、ちょっとどうなるのか、やってみないとわからないということになります。で、今回のですね、一番の目玉というのがこの電動焙煎機でですね、一気に 500g、焼けるのかどうかというところになります。で、この焙煎機をですね、買った一番の目的というのが、1回で焙煎できるよう増やしたいということがありましたので、ムラなく焼けるのか、それともムラが結構できてしまうのかというのが楽しみということになります。それではですね、焙煎していきたいと思いますが、焙煎の風景はあまり変わりませんので、ポイントとなるところまで飛びながら進めていきたいなというふうに思います。まずはですね、予熱していきたいと思います。火力はですね、いつもより強めにしております。ガスコンロを押した状態からさらにちょっとメモリをですね、強火にして、高火力にしております。で、回転のスピードは今までと同じ、3というところにですね、メモリを合わせております。で、温度計のこの先がですね、中につながっていますので、温度を確認して、だいたい200度になったところで止めて、ちょっと入れるところはですね、スムーズにいかないんですけれども、溶けないようにですね、注意をしながら中に、豆をですね、入れていきたいなというふうに思います。まずはちょっと余熱でですね、温まるまで、待っていきたいなというふうに思います。あとですね、これはちょっと余談なんですけれども、前回の動画でですね、この焙煎機の表面のところは汚れても気にしないというお話をしたんですけれども、やはりちょっと気になってですね、先日、表面のところをちょっと、クレンザーを使ってですね、こすってみました。結構、焦げ付きがひどかったんですけれども、少しはですね、綺麗になったかなというふうに思います。100度を超えましたので、もうあと100度ですね、上げてから、一旦ちょっと止めて、で、豆を投入していきたいと思います。で、結構ですね、これも余談なんですけれども、ちょっと汚いですね、軍手を使っているんですが、ゴムがついたですね、軍手を使っているとですね、このゴムの部分がこの熱さにやられてですね、溶けて、張り付いてしまいますので、ちょっとこれもちゃんとしたですね、耐熱のグローブに変えたりしないといけないなとは思っております。ちょっ
と温まるまでですね、少し飛びたいと思います。はい、今180度をですね、超えてきました。で今日使う豆はですね、タンザニアのオルディアニ AA++ ですね。こちらは以前、単一銘柄焙煎のシリーズでですね、ご紹介したものになります。で、あとですね、この今、囲いは外側ですね、側面の方はしているんですけれども、本当はこう上側の方もかぶせたいんですけれども、ちょっとギリギリですね、この上が出てしまっているので、もう少し検討が必要かなというふうに思います。結構ですね、この後投入するんですけれども、かなり200度と熱くなっていますので、結構気をつけないといけないという点ですね。で結構ですね、この入り口のこのつまみのところがなかなか軍手をした状態でですね、つまみにくいですので、ちょっとここがやりづらさを感じますね。温度がなかなか上がりにくいですね。そろそろ200度ですね。はい、今200度になりました。ちょっと下がったりしてますが、だいたい200度ぐらいまで来ていますので、ちょっと豆を投入していきたいと思います。はい。このつまみが結構ですね、やりにくいですので、気をつけないといけません。よいしょ。ちょっと何粒かこぼれてしまいましたが、このままいきましょうかね。よいしょ。今100度ぐらいまで低下してからですね、中点が100度ぐらいになったということになります。まだ結構下がってきておりますね。一応初めて 500g 入れてみたんですが、モーターのパワーはですね、見た感じは耐えれてそうな感じですね。結構5リットルでたくさん入るんだとは思うんですけれども、たくさん入れてしまうとその重さで回転にすごくパワーが使ってしまうと思いますので、ちょっとなかなかどれぐらいの重さまで、一気にですね、焼けるのかはわからないですけれども、ちょっとそれも試しながらですね、やっていきたいなというふうに思います。今のところ 500g でも、いけてそうな感じはします。あと、そうなってくると問題になるのが、この 500g、焙煎できたとして、こちらにですね、移したときに、こちらも結構溢れてしまうようになるとですね、なかなか冷却も時間がかかってしまったり、茶粉もですね、下に溜まってしまいがちになりますので、ちょっとそこもどうしていくかっていう対策が必要になってくるかなと思います。で、前回ですね、このコーヒー豆クーラーの下から結構風が出てきますので、茶粉が飛んでしまうということがありましたので、ちょっとこちらにもですね、小さい、仕切りをですね、つけております。では、このままですね、ちょっと焙煎を続けていきたいと思いますので、またもう少しですね、先まで飛びたいと思います。今ですね、結構茶粉が剥がれてきているんですけれども、この壁のおかげでですね、そこまで飛び散ることもなく、この多分中で結構、飛び散ってるんだと思いますけれども、あんまり外までですね、ふわふわとは出てきていない印象ですね。今10分経過して、温度が143度ぐらいですね。結構温度も上下ですね、しながら、推移していってるような感じに見えます。元々のアウベルクラフトの焙煎機では250g ぐらいがですね、綺麗に焼ける限界かなというふうに
思っていまして、それをですね、2回をこの1回でできるんであればかなりですね、時間短縮にもなるかなと思いますし、これで効率が上がっていくんじゃないかなとは思います。ただまだですね、こちらの、調整といったところとか、うまく焼けるようになるまでにはですね、もうちょっと時間はかかると思っています。今回初めて 500g の焙煎をですね、してみますけれども、豆が多くなるとですね、やっぱり一つ一つの豆に熱をですね、うまく効率的に与えないといけないと思いますので、ちょっとこの回転スピードももしかしたら見直しがあった方がいいかもしれないですね。より回転を上げて、早く混ぜて、一粒一粒豆に熱を届けれるようにしていかないと、もしかしたらムラができてしまうかもしれませんので、ちょっと今日の出来を見てですね、どうしていくかというのは決めていきたいなというふうに思います。本当は 250g からですね、増やしていくときに一気に倍の量にするんじゃなくて、もう少し 300g とか 400g とか段階を踏んでいけばいいのかもしれないですけど、ちょっとやってみたかったですね。500g に、5回目にしてですね、チャレンジをしてみております。今14分を過ぎましたけれども、まだ1ハゼがありませんね。17分が経過しました。ちょっと長いですね。19分を超えましたね。温度は171、2度というところですね。このカバーをつけていると、ガラスの窓が見えないのがちょっと不便ですね。ちょっと改善の余地があります。そういえば高温の解除をしてなかったですね。ちょっと見えてなかったんですけど、もしかしたら火力がもう弱くなっていたかもしれないですね。高温のセンサーで検知して火力を弱める機能が、ガスコンロってついてるやつがあると思うんですけど、それの機能をオフにすることを今回忘れてしまっていましたね。またこういったミスがですね、いろいろとあるとデータが変わってきてしまいますね。何か新しいことを取り入れたら、もともとやっていたことをおろそかになってしまうという。こんなこともありますね。なので、火力が見えてないから、弱まったことにも気づかなかったですね。これはこれで良くないですね。ちょっと窓の様子も見えてないので、焦げてたりするかもしれませんので、ちょっと。色はつき始めていて、もう真っ黒焦げということではないですね。24分を経過しましたね。なかなか1ハゼが起こらないですね。1ハゼがありましたね。222度。だいぶ時間がかかりましたね。37分半で1ハゼがやっと始まりました。これだったら2回に分けてですね、焙煎した方が時間としても早いような気がしてきますね。ここからは豆の様子もですね、見た方がいいなと思いますので。色はいい色になってきてますね。2ハゼかな ?2 ハゼ開始です。234度。
結構コーヒー豆クーラーももう限界に近いぐらいですかね。もうあと 100g が入るとちょっともう混ぜにくくてやりにくいかもしれないですね。はい、焙煎ができました。見えますかね。500g でそんなにムラは出ないですね。時間がかかってゆっくり焙煎していったのもあるかもしれないですけど、ムラとしてはそんなになさそうで、もうちょっとやり方は工夫する必要がありそうですけれども、ちょっともう少し早くですね、40分ぐらいですね、かかっていることになりますので、もう少し早くしたいなと思います。はい、先ほど焙煎が終わりました。また、いくつかですね、気になったポイントがありましたし、今回の改善点をですね、踏まえて、どうしていきたいかというところなんですが、まず、温度計ですね、こちらは結構、うまく働いてくれたんじゃないかなと思います。ちょっとこの先のところも結構、焦げてきつつありそうなので、このあたりはこれでいいのかどうかがちょっと分かってないですけれども、ちょっと継続してみようかなというふうに思います。あとですね、焙煎時間ですね、今回は約40分ぐらいかかってきましたので、改善が必要かなと思います。何を見直していこうかなというときですね、豆の量が多かったというのが今回一番大きなポイントだったと思いますが、あとは囲いもですね、前回に比べてやって、熱もですね、ちょっと蓄え気味だったとは思うんですが、もう一つのポイントとしては、この火力をですね、センサーをオフにするスイッチをですね、押し忘れていたというのも一つポイントだったと思いますので、それをちゃんとオフにした状態でも、時間がかかるのかどうかもまたやってみたいなというふうに思います。あと、豆のですね、焙煎後の排出に関しましてですね、こちらに移すときも結構今日はスムーズにいけたんじゃないかなというふうに思います。この持ち手の位置とかですね、やっぱり私右利きですので、右で持ちたかったので、ちょっと逆にしてるとですね、なかなかちょっとやりにくいので、この角度がやりやすいかなとは思っております。あと、チャフの舞い上がりについてもですね、だいぶこのコンパクトに、ここの中にですね、収めることができたんじゃないかなと思います。なので、掃除もですね、結構楽になるかなと思います。あとはこのコーヒー豆クーラーですね、500g にも一応ギリギリ耐えれそうな感じはします。ちょっと冷却も時間はかかるのはもう量が多いので仕方ありませんけれども、なんとか使っていけるかなというふうに思いました。はい、いかがだったでしょうか。今回は電動焙煎機を使ってですね、第5回目ということで 500g の木豆を焙煎してみました。少しずつですね、改善しながら、使い倒していきたいなというふうに思いますし、ご自宅で焙煎を検討されている方の何かの参考になりましたら嬉しいです。またですね、進捗があれば、撮影できるタイミングで行っていきたいと思います。このチャンネルではエスプレッソを中心にコーヒーに関する内容をアップしています。エスプレッソの購入ツールの紹介であるとか、焙煎系の動画もアップしておりますので、少しでも興味が湧いた方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。